皆様、本日はセッションエンパシードリーブンファンディング、人々のニーズを見つめてをご視聴いただきありがとうございます。セッションのモデレーターを務めます、開発マネジメントコンサルティングの上松美希と申します。どうぞよろしくお願いいたします。このセッションでは、金融包摂の観点から共感に基づいた新しい資金の流れについて考えていきます。ミュージシャンへの支援に始まり、地域の伝統や文化に根ざしたお米やお酒といった特産品、ローカル鉄道と小規模農家や地域のサッカーチーム、そして被災地の事業者、さらには海洋環境保全まで、こうした多様な分野の資金ニーズに向き合い、柔軟な発想で支えたい人と支援を必要とする人をつないできたのがミュージックセキュリティーズ社です。本日は同社が掲げるエンパシードリーブンファンディング、共感に基づく金融というユニークな取り組みが、事業者のレジリエンスや支援する個人との間にどのようなつながりやウェルビーイングを生み出しているのかを掘り下げていきたいと思います。お話を伺うのは、ミュージックセキュリティーズ株式会社、取締役の、渡辺太一さんです。渡辺さんは横浜国立大学大学院を修了後、人材関連事業などを経て2007年にミュージックセキュリティーズ社に入社されました。以来、全国各地のファンド蘇生を手掛け、現在は同社の取締役としてご活躍されています。それでは渡辺さん、早速ですが、まずはミュージックセキュリティーズ社の遠隔や、事業の方針について簡単にご紹介いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。改めまして、ミュージックセキュリティーズの渡辺と申します。本日はよろしくお願いいたします。ミュージックセキュリティーズという会社なんですけれども、ミッション、ここに書いてありますけれども、未来を切り開く人と挑戦を後押ししてくれる人をつないで、社会に対して共感を通じた資金を循環させ、文化を未来につなげるというのが、ミュージックセキュリティーズ社のミッションです。これは、立ち上げから今に至るまでずっと変わらずに、思いとして持っているんですが、まず、ミュージックセキュリティーズという社名の由来から、ご紹介をさせていただければと思います。ミュージックセキュリティーズという会社は2000年に立ち上がりまして、一番最初は、音楽をやるアーティストのための金融の仕組みを作ろうということで立ち上がった会社でございます。ですので、ミュージックセキュリティというのは音楽と証券という意味で、社名になっているんですけれども、しばらくはずっとアーティストのために、音楽を作るための資金、売るための資金、活動するための資金、この3つを、集め始めたというのがスタートでございます。で、ここで、この後の現状の様々な事業に展開されたこの仕組みの、原点というところがあるんですけど、権利を触らないというのがミュージックセキュリティーズの大きな考え方になります。で、その権利というのは、アーティストにとっては音楽における権利になりますけれども、じゃあ2007年に音楽以外、酒蔵さんの資金調達にこのミュージックセキュリティーズで作った仕組みを展開していくんですけども、この共感に基づく資金調達という流れの中で、権利を取らないということを、酒蔵さんなどの事業者に当てはめていくと、それはやっぱり株を触らずに資金調達ができるかどうか。で、かつ株を触らない資金調達で、性質としては、投資の性質を持ったお金を集めていくというのが、スタートからずっと変わらないミュージックセキュリティーズの考え方でございます。やはり音楽をやるアーティストはもちろんそうですし、地域にいらっしゃる酒蔵さんですとか、あと何百年も続く老舗の旅館ですとか、先ほどおっしゃっていただいたようなサッカーチームもそうですし、いろんな事業者が地域で一生懸命頑張っております。で、その事業そのものに様々な共感性を見出して、その共感性を外に発信をしていって、お金を出しますよという人を集めてくるっていうのがミュージックセキュリティーズの仕組みでございます。で、投資の性質を持ったお出していただいた方には、事業を通じて得た収益の一部をレベニューシェアという形で分けていくという考え方をとっています。ですので、なぜ株を取らないかというところにつながりますけども、株の場合は会社の価値が高くなれば
投資家は儲かるっていうのがあると思うんですけど、このミュージックセキュリティーズのこの共感を通じた資金調達っていうのは、事業そのものがうまくいかないとお金返ってこないので、本当に事業を直接応援いただける方を探して出していただくという仕組みでございます。これを音楽で初めて酒蔵に展開をして、で、出していただく方が多く存在しないと、なかなか進まない、まさにクラウドファンディングの考え方に近いところなんですけども、その実際出す方というのが、様々な事業に拡大していく中で、多く出現してくださいましたので、ミュージックセキュリティとしては、この仕組みを全国の様々な事業者へ、共感を、感じていただいた方のお金を届けるということをこれまでやってきました。で、いくつかちょっとご紹介したい事例もあるんですけれども、例えばですね、酒蔵さんということであれば、こちら長野県の酒蔵さんになりますけれども、これはですね、日本の補助金を活用して、酒蔵さんが新たに飲食事業を広げたいっていうところでご相談をいただいて、で、日本の補助金の場合は、すべてが補助金ではなくて、一部分を補助金にして、一部は自己負担というのが発生することが大半です。で、その自己負担部分に、この共感を通じた資金調達を入れて、多くの人を巻き込みながら補助金と融合させて地域の事業を立てていくという、こういった事例があったりします。で、実際にですね、集まったお金というのは、事業をやってる酒蔵に届けられるんですけども、同じようにこの酒蔵が作っていくお酒が将来何本売れたかによって投資家の取り分が決まります。この会社の蔵の価値が上がるんじゃなくて、価値はもう何百年と続いてるんで、価値自体はあるんですけど、このお酒の売り上げがしっかり上がることによって事業がうまくいって投資家に変えるという、そういう仕組みでございます。で、二つ目、こういうですね、地域を走る公共鉄道にも活用されていまして、ただこれは公共の事業ではあるんですけど、第三セクターという民間企業を自治体が立ててやってる事業なんですけども、この車両を新しくする。で、その時に当然多くのお金が動くんですけど、地域の税金だけで賄うんではなくて、多くの民間で鉄道が好きだとか、事業を応援したいっていう、長野県内の人以外から集めていこうじゃないかというのが、こちらの、電車の事例だったりします。この電車の事例は、個人の出したいっていう鉄道が好きな方に加えて、地域の会社が地域を応援したい。法人投資家にも広がっていった、事例になっております。こういう形でですね、様々な、事業に今活用されてきたという実績を持った会社がミュージックセキュリティーズという会社でございます。はい。はい、渡辺さん、ありがとうございます。今のご紹介の中でも、いくつかキーワードになるかなと思ったのは、物語、その事業者さんの物語を伝えるっていうところと、あと事業そのものに価値があるっていうところは、すごくキーワードなのかなと思ったんですけれども、このミュージックセキュリティーズ社が取り組んでおられる、このエンパシードリブンファンディング、共感に基づく金融、資金調達という、このファンディング手法の、具体的な強みと言いますと、どのような点が挙げられますでしょうか。はい、ありがとうございます。この資金調達の強みで、最も挙げられているのが2つ大きいところがあるんですけど、1つは、リスクを取ってくれるお金を獲得できると、いわゆる資金調達の中でも投資の性質のお金を獲得できる。で、かつ株を渡さなくていいので、権利を守ったまんま投資の性質のお金を獲得できるっていうのが先ほど申し上げたようなメリットがまず1つ目です。で、もう1つは、これお客様を獲得できるというのが、副産物のようなメリットとしてありまして、多くの個人投資家がミュージックセキュリティーズにはすでにいらっしゃいまして、その方々が、この酒蔵いいじゃないかとか、この電車の会社を応援しようじゃないかというふうに反応してくださって、投資までしてきます。で、大半の投資家が、この酒飲んだこともなければ、手に取ったこともない人ばっかりなんで、新たなお客様が投資をきっかけに結果的にできるっていうのが二つ目の大きなメリットになります。今ではその顧客の獲得のところを
念頭にというかね、重きを置いて、資金調達じゃない、そっちのメリットを取るために使ってくださる方もいらっしゃるぐらいです。なるほど。そうやって輪がどんどん広がっていくっていうところも、なんか一つ大きな、特徴なのかなというふうに感じました。はい。また、もう一つ質問なんですけれどはい。も、まあ、その中でこれまでに、ミュージックセキュリティーズ社で直面された、まあ、課題ですとか、ちょっと難しかった点、まあ、それに対して、まあ、どのように、対応されてきたのかもお伺いできますでしょうか。はい。ありがとうございます。さっき、強みだと言いながら、こちら側の辛かったことの話に持ってきて申し訳ないんですけど、やっぱり、共感する人を集めることっていうのが、最も大変な作業です。うん。今でもそれは簡単ではなくて、やっぱり共感者を探すっていうのは、全国いろんな事業やられてる方がいらっしゃるんですけど、やっぱり皆さんもう相当苦労されるところだと思うんですよね。物を買ってもらうよりも、もっと、こなんていうか、共感をさせるってもっと、心を動かさなきゃいけないのうん。で、試しに買ってみようかなでは動かないんですよね。だからその共感をどう作っていくかっていうところが、やっぱり一番苦労してきた点でして、で、やっぱり、ミュージックセキュリティーズの仕組みを共感させるっていうよりも、事業をやってる方々の共感ポイントをどう見つけていくかっていうことと、それをここが一番授業やってる方苦手な人多いんですけど、文字に落とす、それを発信するっていうのがもう非常に難しいっていう方が多い。難しい作業ではないんですけど、ちょっと苦手とか、やってみればできるんですけど、今までやってこなかったとか、そういった方々に、僕たちはアプローチをしていって、自分たちがそれは課題だと感じていた部分を、授業やってる方々と一緒に文字に落としていって発信していったっていうのが解決した、唯一の、もう本当に足動かして解決したっていうのが方法なんですけど、やっぱり何やったかというと、今こうやってオンラインでできる世の中になりましたけど、絶対現地に行って経営者と話すんですよ。で、ミュージックセキュリティーズはこの仕組みを通じて投資家を集めていくんですけど、ミュージックセキュリティーズの、各メンバーが、これは自分が共感をして人に勧めたいなと思わないと、絶対伝わらないと思うんですよね。だから、現地に行って、全員が行くわけじゃないですけど、誰かが行って、で、その人が共感をして帰ってきて、で納得いくまで経営者と話を付き合わせていって、初めて、共感が伝わるんで、もう解決方法としては、もうただ足を動かして、地域を回ったっていうのが、やり方だったと思います。はい。ありがとうございます。大変よくわかりました。それでは最後の質問になりますが、このエンパシードリブンファンディングの今後の展開についてお聞かせいただけますか？はい、ありがとうございます。ですね、これは、今まで、20年以上この仕組みを様々な事業に展開をしてきた中で、先ほどお話ししたように、個人で応援してくださる方っていうのが全国一番多いんですよね。で、電車の会社のように、ここ数年ですね、その大きいこの法人がまとまったお金を今までの個人投資家と同じ感覚で出し始めてくれたというような実績が出てまして、で、やっぱり一番やっていきたいのは、投資家の多様化ということをやっていきたいと思っています。で、それは、大口の法人もそうですし、大口の個人もやっぱ多く投資家さんいらっしゃいますので、そういった方々を巻き込んでいきたいと思っています。で、中にはこういう事例もありまして、これはですね、日本の水産系の財団の方々が投資家となって、海洋環境を改善するためのベンチャー企業に投資をするというスキームです。一見よく聞くスキームなんですけど、この図にあるように、ここにカンパニー A、B、C ってありますけど、この3つの会社をミュージックセキュリティーズが連携しているフィッシャーマンジャパンという会社を探してきて、で、投資家に対して、提案をして、で、OK ですよってなったら、ここに投資をするんですけど、ここもまた同じように権利を取らないミュージックセキュリティーズ匿名組合という方法を使って出資をしていきます。
で、今まではこれはほとんどが株式出資で行われているんですけれども、ここがミュージックセキュリティーズらしさで、ちゃんと権利を守ったまんま、応援する方を連れてくる。それは今まで個人が中心でしたけど、こういった大口の、これ1件あたり3000万円ぐらいのお金が出資されてて、これ全部で1億ぐらいなんですけれども、このぐらいの大きい額を出資いただく場面でも、この匿名組合というミュージックセキュリティーズがやってきた、この共感を通じた資金のこの供給方法っていうのが扱われ始めています。こういうのを参考にも、様々な場面で僕たちは活用いただけるというふうに思ってますので、出してですね、投資家側をどんどん広げていきたいっていうのが、今の考えでございます。はい、ありがとうございます。今後の展開も含めて、非常に貴重なお話を伺いました。資金調達という枠を超えて、地域の魅力ですとか、あと事業者の挑戦、それを物語として、ミュージックセキュリティーズさんがつないで、いろんな人に広げていって、で、そこに共感した人たちが、応援の輪を広げていく。で、それが結果として、地域経済の活性化につながっていく。そういうエンパシードリーブンファンディングが生み出すつながりですとか、その循環っていうのは、まさに金融包摂の新しい形として、多くの示唆をいただいたというふうに思います。本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。